反射がそれ嫌なんですね。はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。はい、今日はもうすごいお二方に来ていただいてます。いやー、嬉しい。よろしくお願いし今日はね、ます。グレゴリー・サリバンさんとジュリアン・シャムロアさんに、来ていただきました。グレゴリー・サリバンさん、とジュリアン・シャムロアさんは、本当にね、このイケメンでインテリでハイスペで、そして宇宙の好きが持っている、そしてね、日本語が堪能という共通点をお持ちで、もうね、もうドキドキしています。このイケメン、そして宇宙につながっているもうイケメン男子。皆さん、ワクワクしてません？もう嬉しい。ちょっとね、このお二人の自己紹介をさせていただきたいと思います。まず、グレゴリー・サリバンさんから。グレゴリー・サリバンさんは、アセンションガイド、ET コンタクトガイド、著者、音響エンジニア、音楽プロデューサー、マルチの顔をお持ちです。1977年ニューヨーク生まれ、2003年から日本に在住。2007年にアメリカの隠された聖地アダムスさんで宇宙とのコンタクトスイッチが起動された体験をお持ちです。2010年に JCETI 日本地球外知的生命体センターを設立。日本のこれまでの宇宙人や UFO といった概念を書き換え、全く新しい宇宙観を熱化せる活動を展開。日本各地で世界共通の ET コンタクト500回以上行っており、約5000名の方が、実際に ET コンタクトを体験して、ね、YouTube でもね、UFO の映像とかね、載ってるので、またチェックしてください。はい。そして、一人一人が高次元意識とつながれば地球でも宇宙的ライフスタイルが実現できるとお伝えされています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次は、ジュリアン・サムロワさん。ジュリアン・サムロワさんは日本に全く住んだことがないのに日本語が堪能なフランス人の方です。16歳で UFO の目撃して以来、謎の宇宙人との交流が始まり、何の予備知識もないまま繰り返しワンネス体験をされます。その現象を長年つぶさに記憶した手帳をワンネスの扉という本を自ら日本語で書いて、日本で出版され、そして韓国でも出版されました。現在はパリ在住で、都会の中心に自然との絆を取り戻すことを目的に畑作業のコミュニティを運営されたり、またパンケーキ店10年、以前に経営されたり、ビジネスの顔をお持ちで、ビジネススクールイスマックでビジネスとビジネス展開を教えていらっしゃる、ビジネスもバリバリできて、そして宇宙にもつながっている、素敵なお二人をお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、2人ともすごく日本語が堪能で、こうスピリチュアルのことをね、主軸に日本で活動をお二人ともされていて、なぜこの日本を選んだのかと、あと日本人はね、今この、アセンション、次元上昇、生命体、宇宙とね、コンタクトしている時期だと思うんですけど、なぜその日本人が大事なのか、日本人のお役目とか、そういったことをね、ちょっと中心にお伺いしていきたいと思っております。ぜひ皆さんもコメント欄で、ご質問等あれば、どしどし書いていってください。では、早速ですが、ありがとうございます。さあ、なぜ、日本に興味を持って、日本に住んで、日本で活動しようかと思ったことを、グレゴリーさんからお伺いしてもよろしいですか？いいですか？よろしくお願いしますね。今日はありがとうございます。本当に、ご縁いただいてですね。ジュリアさんも久しぶりですね。お久しぶりだな。Nice to see you. です。前回お会いしたのが大阪だったね。梅田駅のあれ、もう春だね。はい。あと、恵比寿でも、東京でもお会いしたから、はい。楽しかったです。大阪はいつ？何年ですか？この間、今年の、ね、春だったね。最近ですね。ついさっきね、ジュリアさんお久しぶりに日本に来て、ね、よかったですね。僕の方が逆にずっと実は中学校の頃からフランス語をちょうど勉強してて、本当に国際交流はもうフランスからスタートして、全くアジア圏の国とか、その日本語にもね、接点がもうゼロだったんですよ。で、ところが、本当にその最初留学しようとした時にフランスが人気すぎて入れなくて、オランダの方に行ったんだけども、そのですね、
私たちの同級生の中で、すでに先に海外に行ってた、地元の高校の同級生たちが、その中の一人の、知り合いが日本に行ったんですね。で、すごく印象に残るのが、彼が帰って皆さんにプレゼンしてるときに、どのぐらいこの国際交流がすごいこと、いいことだという、プレゼンしてるときに、自己紹介日本語にしたんですね。彼が日本にいて覚えてきた日本語で。それで聞いてるだけでもすごい、いやもうなんか響きがすごいかっこよくて、なんか日本語っていう音玉からね、はい、最初なんかトリガーされて何かスイッチが入ったんですね。それでじわじわっとニューヨークの大学時代にたくさんの留学生と会うことができて、それでなんかなんとか本当に不思議なご縁で、なんでしょう、そういう日本に来ることができたんですね。大体入ったのが2003年ぐらいで、後々したんだけども、自分もそういう日本との深い魂のご縁があったそうで、なんかもう来てしまったらもう全然海外と感じないし、こう異国っていうのは全然感覚なかったし、で、やっぱり私とは、魂のファミリーと呼ばれるような仲間、もう次から次にね、会ってきたから、いや、もうなんか逆に帰ることどんどん考えなくなったっていうね、すごい自然にそういうどんどんもう住んでみようっていう話になったんで、それからずっと今日までね、続いてます。ありがとうございます。そうだったんですね。日本語の響きがすごいとか、あと日本のね、その魂のご縁だとか、前世ね、日本で住まれてたとかあると思うんですよね。で、日本語のその響きがすごいっていうのが、私ね、日本語って 7.8Hz があって、すごい神の言葉、だと思うんですよね。響き自体、その神の言葉で宇宙につながる何かがあるんじゃないかなって思って、そこの部分に潜在意識的にお二方引き込まれていったんじゃないかなって思うんですけど、ジュリアンさんはなぜ日本を選ばれたんですか、最初。そうですね。なぜ日本なのかとずっと、ね、疑問にも思っていたんですけれども、一番最初の日本とのつながりの思い出かな、有名だったんです。3歳ぐらいの夢だったんですけれども、あまりにも印象的でまだ記憶に残っている夢なんですけれども、富士山の景色が見えてきて、で、富士山のその景色の前には小さいなキャラクターが立っていて、その日本の話をこのキャラクターがしてくれたっていうような、すごく胸に感じるような、パワフル的な夢でした。起きたら、フランスに起きたのは、ここはフランスだとちょっとびっくりだなと思って、あれから日本とのつながりが始めたんじゃないかなと思うんで、ただですね、あの時期はですね、テレビではですね、子供向けの、アニメというのはですね、フランスのものもありましたし、日本のものもあったんですので、多分その影響を受けたんじゃないかなとは私は思うんです。その後、一人で日本語を勉強するための教科書をたまたま本屋に出会って、やってみようかなと思ってやってみたんです。ひらがなとカタカナをね、勉強しながら。きっと話せないだろうなと思いながら、書く練習にひたすら、集中してきたんですけれども、でも、ある日16歳の時に、ディジョンという小さい町で初めて、日本の学生と会って、こんにちはという言葉を伝えて、あれからは全く会話できなかったんですけれども、ただその、こんにちはという言葉だけで、もしかすると話せるようになるかもというような漠然とした、気持ちを初めて抱いて、ちょっと頑張ってみようかなと頑張ってみたんです。素晴らしい。このちょっと頑張ってみようかなで、そんなペラペラってね、すごい忍耐力がいったと思うんですよね。日本語ってその英語とかフランス語で、全然違った形式で、しかも、全く逆ですね。そうですね。アルファベット26文字だけども、日本語って50だったかな、覚えなきゃいけないし、母音とか子音とかも、音とかも違うし、文法の並びも違うし、しかも、最後までちゃんと聞かないと、読めないっていうかな。で、主語がなかったりだとかするのに、そうですね。しませんでした。お二人とも、
なんですかね、結構もう宇宙と通過だからダウンロードした感じですか？それとも、もう忍耐でコツコツと勉強されたんですか？グレゴリーさんどうでした？やっぱりもうでも今キーワード出たね、ダウンロード、でもなんとなく不思議なのに、なんかその能力はちょっともうすでに若干身についてた感じで、で、やっぱりヒーリングね、ヒーリングは多分、もともとの本職は音響とか音楽なんで、もうすごい、深く追求するヒーリングがね、その聴覚が強くて、で本当にその音の力、日本語の音とかその音玉の力を全部導きになって、こう、そこから全てね、出来上がってて、文法も。だからまあ本当にただ単の音を全部をかけて、ネイティブ日本語をずっと聞くだけで、少しずつフレーズ作るとか、そういう正しい文法を学ぶとか、そういうふうに身についたんですね。ただやっぱりでも、それでもどう考えても、まだまだやっぱり教室行かなくても、やっぱりそんなに簡単に学べるものではないから、なんかもうやっぱり何か宇宙的な力っていうか、その魂にそういう何か、一部の情報もすでに持ってたみたいですね。はい。やっぱりそれ感じながら日本語をダウンロードした感じですか？読み書きっていうよりか、音で聞いて、その波動で読み取って、波動でダウンロードしたっていうような感じが今。そうですね。はい、そうです。はい。まず喋ることね、話すことがまず優先で、で、やっぱり最終的に打つとか文字、メール打つことに、携帯の、まだスマホが登場する前の時代だったけど、やっぱり打ち込みのメールの打ち方が思ったより簡単だったんで、それで E メール、スマホのショートメッセージとか打つことになって、ますますなんか漢字のこととか、漢字の能力などいろいろ身についたですね。だからなんでしょう。すべて音から始まったね、うちね。やっぱり音の仕事してるだけあって、その音とか波動が敏感で、ダウンロードされたって感じですよね。素晴らしい。あと、田舎にいたから、九州に最初住んだから、英語できない友達いっぱい周りにいたんで、そこはもう本当に、英語で言うと、イマージョンね、もうすごい深い、本当に、英語のない空間にずっといたから、そこはすごく、握る場がなかったから、もう相当、学ぶペースが早かったですね。それこそ魂と魂との交流でっていうことですもんね。田舎ですし、英語通じないし、魂で交流して、音で交流して。みんなフレンドリーだし、良きの方ばっかりだね、九州は。だから、すぐ話しかけてくれるから、もう他人に話すチャンスがもう相当いっぱいあって、で、だんだんいろんなフレーズ、なんか自分の中でゲームになって、多分これも宇宙人たちが上手に楽しく学びとか勉強じゃないんだね。決して留学生じゃなかったし、そうですね。どんどんその新しいフレーズとか単語を学ぶのはすごい楽しい、ゲームのような感覚だったんですね。ジュリアンさんはグレゴリーさんは日本に来て、その田舎で交流されて、音でってありますけど、ジュリアンさんって日本、行き来はあったとしても、住んだことないのに、読み書きはわかりますよ。聞くのもわかりますけど、喋るのってどうやってそこまで鍛えられたんですか？僕はですね、どちらかというと、聞くよりもビジュアルから入ってきたんです。文字の方が好きで、あまりにも好きで、もうひたすら勉強っていうよりも、ね、先ほどグレゴリーが話したように、勉強じゃなくてもう遊びとしてワクワクしながら、ひらがな、カタカナ、次に漢字も勉強し始めた時に、ようやっと漢字の勉強が始めたんだと思って始めたんですよ。なので、もう何ページもそれを書くのがあまりにも好きで、それで実際に日本の方と会った時点では、少しだけでも文字で勉強したものを今度音をつけて言ってみようっていう、新しいチャレンジを面して、あれから少しずつそういう風な機会を作らなきゃいけないなと思って、週に1回か2回ぐらい、日本人と、交換勉強みたいなものをやってきたんです。はい。なるほど。週に1逆にですね、回。日本へ行くと、フランスにいるより日本へ行く方が、日本語で話する機会があんまり、少ないと感じがしていて、フランスに行く方がもっと効果的だなといつも思っていたんで、これでやり続けたんです。
わあ、すごい、その根気がいりますよね。この、やり続けるって、でもそうですけど、ワクワクしながら、お二方ともワクワクしながら、そして人と交流しながら、これね、語学学ぶだけでも大変なことなのに、その語学、その日本語を通して、スピリチュアルのことを教えてらっしゃるじゃないですか。それって一番最初にね、するときって、すごい勇気いりませんでした？日そうです。本語でプラスそうですね。スピリチュアルのことをはい。教えるって、ジュリアンさんはもう全然普通でした？平気でした？ですね、日本語の勉強から見ては、周りの人々はね、これは何、中国語、いや、日本語一緒じゃないとか言われ、一緒じゃないと私が言ってたんです。はいはい。日本語は日本語なので、中国語じゃないと。で、それが、いつも毎日そういう話を聞かれたので、もう本当にムカつくと思って。日本語だから、このぐらいの区別はできなかったらもう話したくないというね。ティーネイジャーの自分は、日本のことをすごく、守ろうとしてたんですけどね。うん。で、なので、スピリチュアルな話はどちらかというと、フランス語とか日本語とかそういう言語、ね、を超える次元で、私たちは人間として、なので国籍に問わず、できる話であると私は思っていたんですが、で、うそういう視ん。点から話はし始めたんですけどね。そういう視点から、少しずつうん、始まる。はい。視聴者の方からね、ちょっと話変わるんですけど、ご質問来てて、グレゴリーさんとジュリアンさんがお話しされるときは、2人で話すときって何語なんですか？日本語、英語？どっああ、ち？私がだいぶフランス語忘れちゃったから英語になってますね。英語で。うそう、グレゴリん、とーさんもね、は言いながら、ねえ、ちょこちょこフランス語も出たりするんじゃない？ちょどういうこちょこね、はい、そうですね。もう、いや、でもさすがに3つの言語がもうチャンネルがもう違うから、すごくなんかハードルが高いっていうか、そ波動的にどうなんですか？英語の波動、フランス語の波動、日本語の波動って、どんな感じですか？波動的に。3つともかなり違うんじゃないですか。ね。違うね。はい。例えばうん。どんな波動ですか？日本語の方はもっとスムーズで滑らかな感じが私は感じているんですけど。で、フランス語はどんな感じですか？硬い。じゃあ、英語は？英語はその間かな。どう？グレゴリグレゴリーさんも同意見？日本語スそうね、ムーズで、フランス語そうですね。硬くて、英語真んいや、中。もう、すごいなんか、英語もフランス語も、ごめんなさい、日本語もフランス語もすごいかなりカラフルで、もう表現の奥深さがすごいと思うんでね。なんか、うんうんうん。で、あとはやっぱり文化と言語がくっついてるじゃないですか。だうん、からもはい。う、フランスでも私も留学何度もしてるし、すごく本当に、そのフランス語とフランス人をセットだから、その辺の会話とか、盛り上がり、もう本当に大好きだし、もう、なんでしょう、あの、美術とか、文化に関する熱心、情熱、もうすごくね、本当に言語とくっついてるから、そういう会話の楽しみもいっぱいあるし、で、日うん。本語の方もね、もうやっぱりなんか、ボキャブラリーもいろんな表現もね、メリハリもすごいあるから、なんか、あと文法の、日本語の方がもう優しいっていうか、文法いろいろこう、混ぜることできるから、なんか、ルールが少ない感じだから、もうなんか、初心者にも優しい言語だと思うね、日本語は。そうなんですね。日本語って初はい。心者にも優しいんですね。はい。意外。ちょっとアそうレンジしやすい。決まり事が、他そうですね。の言語に比べると少なうん。いですね。柔軟性がありますよね、日本語。なんかね、お二方とも日本語で本を出されてるじゃないですか。ワンネスの扉ね、ジュリアンさん。これがジュリアンさんで、グレゴリーさんが、風船がすごいね。ね素晴らしお二人が好きだからもう本当勉強しちゃったありがとよ。う。宇宙意識で生きる地球人のためのスピリチュアルガイド。これね、2つね、はい。読み比べて思ったんですけども、なんかね、ジュリアンさんの方は小説を読んでるみたいな感じで、感覚的な、アウト・オン・ナ・リムかな、シャーリー・マックレーンのスピリチュアルで結構有名な本があるんですけど、アウト・オン・ナ・リム。それを読んでるような感じで、その感覚的な、うちにね、こう、つながって、こう、感覚的なことをより如実に表している小説的な感じの書き方で、グレゴリーさんは一方でビジネス書を読んで、こう、多くの人たちに分かりやすく、こういう宇宙
宙の、システムってこうなってるんだよって、自分の、こう確立まずして宇宙とつながること大切だよとかね、この初心者でもこう分かりやすくこう、感覚っていうよりか、体系立てて書かれてる感じがしたんですよね。これがなんかアメリカとそのフランスの文化が日本語で書かれてるけども、なんかね、書き方っていうのがそのフランス的だな、ちょっとアメリカのちょっと風味がするなって、ちょっと私は個人的に感じて、どちらも、合わせて読んでいただきたい本なんですよね。このすごい話だね。で、お二方とも共通しているのが、その宇宙人とコンタクトされてて、いわゆる私、お二方ともスターシード、だと思うんですよね。スターシード、ここでね、視聴者の皆さん、スターシードちょっと何なのかをご説明すると、スターシードとは地球の次元上昇、アセンションのために地球外の惑星から来た魂を持つ人たちのことを言います。しかし、スターシードとの特徴として、魂の次元が違うため、様々な、亀裂や周囲との生まれやすい孤独感に苛まれる人が多いっていうね、これ特徴なんですけども、お二方ね、こう、地球外生命のもう魂とか血が流れてるなってすごく思うんですけども、それって気づいたのっていつからですか？気づいて活動しようってこうスイッチオンになった時とかって、グレゴリーさん、どんな感じですか？ありがとうございます。先ほどの本の話でもそう、やっぱり言語が日本語だけど、多分考え方がね、やっぱりこう、その育てられた文化とか、その国にもやっぱりその影響が深いから、情報のアレンジの仕方もやっぱりこう、そのまま英語のままとか、アメリカ人のままになってるかもしれないね。はい。そう、あと、そうね、うちの場合はやっぱり同じく結構スムーズな感じで、こう、活動につながるような出会いとか、そういうきっかけが非常にこう、自然にこう、今までの持ってた関心とか趣味とか、その今までの他の仕事と、なんかうまい具合にこう、導かれて、で、いくつかのまたちょっと、急に2007年ぐらいから2010年の間の3年間、結構集中的にすごいいろんなそういう、どんどんどっぷりそういう宇宙やスピリチュアルのフィールドに入るように、流れが始まったんだけども、自分にとってはすごく害のないこうスタートだったんですね。最初はあった感じですか？見た感じですか？宇宙船とか見た感じ。で、やっぱり大人になって、いろんな気づきあってから、後で考えたら、確かに今までのそういう自分のあり方とか、ポリシーとか、そういう今までいろんな説明できなかった経験が後々整理できたんですよ。はい。なので、なんかもう子供の頃からやっぱりちょっともちろん浮いてたり、こう、いろんな変な、宇宙の親近感があったり、そういういろんな、そういうヒントあったけども、やっぱりこう、3次元に生きる限りはもちろん社会に合わせようとしてるでしょ、一部。だから、そこを、社会からのドロップアウトのした形じゃなくて、もう本当にこう、上手にその人間を見せかけながら、人間と生活しながら、この宇宙の世界に、こう、しっかりこう、関わり、始まったのが私のストーリーですね。はい。仮面をかぶりながら生きてて、気づけば、後ろを振り向けば、そういえば、そういうその宇宙とつながってたなっていうのは、後で振り返って気づいたって感じなんですね。そうですね。はい。で、スピリチュアルに関しては、もともとうちはニューヨークのベッドタウンに育てられて、もう、いわばちょっと、裕福のエリアで育てられて、シダルタね、もうお釈迦様のことを憧れて、お金とか富を捨てて、スピリチュアリストになろうっていうのをすごい10代から憧れて、ニューヨークね、ウォール街、うちの父はウォール街30年のね、バリバリ勤めてる、金融のある会社の、幹部だったから、相当3次元の排他主義とかトップダウンの世界に、そのプレッシャーがもう若い頃から相当受けてたわけなんで、それが嫌だったんですね。でそれでちょっと反抗期になって、もうそういうシステムに入りませんっていう、もう相当早いうちに決まったわけね。面白い。は3次元排他主義からスタートしたわけね。へえ、面白い。
お父さんがそうバリバリ真反対の方だったんですね。いや、面白い。ジュリアンさんは、結構田舎の方面で育ったっておっしゃってましたけど、はい、田舎です。お父様は、農民。あの、田舎と言いながら、ブルゴーニュ地方ですので、田舎といってもワインが有名な田舎ですよ。お料理も有名な地方ですので、結構、海外から来ている方は多いんです。はい。ジュリアンさんも、16歳の時、この本にも書かれてましたけど、宇宙とコンタはい。クトしてって言って、で、初めて最初か UFO をら見てから、そうですね。自覚して宇宙とコンタクトを取り始めてた感じ。実はですね、こういうコンタクトはですね、子供の頃からもうすでにあったんですけども、ただ、これはもしかすると幽霊かお化けかと、私は子供の時に思っていたんですね。なので、お化けと話するかいと思って嫌だなと思いながら、で、16歳になってから、もしかするとこれから UFO になるのではないかという漠然としたような感覚、気持ちがね、よく抱いて、で、ある日突然それが見えてきたんです、友達と一緒に。で、1回だけでなく2回とも見たんですが、で、あれからはよりもっとはっきりとしたコミュニケーションの始まりなんですけどね。それでそのコミュニケーションの始まりの中では、私は一番最初に気づいたのはですね、その存在たちは赤の他人ではなく、実は私たちはもうすでに知っているっていうことで、私たちはこれからどうするかっていうことだったんです。つまり、私自分と向こうではなく、私たちというようなチームワークでこれから動きましょうというような、感覚がすごくあって、で、じゃあ、フランスでどうにかそういう話か、または、なんだろう、宇宙の存在たちに関わる話が役に立っている話になると、あと、私はちょっと疑問に思っていて。で、ちょうどその時に、日本で、たまたまそういったような現象、UFO であったり、宇宙存在たちであったりに関する、興味を持っている、知り合いができました。で、フランス人よりも日本人とそういう話がよりもっと開放的、オープン的に話ができるっていうことが気がついて不思議だなと思って。で、その後は、導かれたんですね。ワンネスの扉という本は、私はどちらかというと、最初はフランス語で、フランスで出版すると思っていたのですが、ただそうにはならなかったんですね。日本で日本語で出版されたというもので、それはどちらかというと、導かれたんです。きっとフランス語で最初出版するんだろうと思いながら、そうではなかったんです。日本まで行って、日本へそういう話をしなさいというような、はっきりとした指示が聞こえてきたんです。何回も。フランスじゃなくて日本なのか、わざわざフランスまで日本行ってそういう話をするのかと思って、ちょっと論理的ではないなと最初は思っていたんですが、さすがフランス式な考え方だなと。いや、面白い。なんかお二人聞いてて、その導かれたっていうのがすごいキーワードかなって思ってて、日本にこう導かれて、で、日本の活動をこう導かれて、で、ご自身の自分たちのその、自由意志がありますけど、こうね、スピリチュアルの道で活動するっていう、それこそ意志を立ててされたと思うんですけども、この導かれて、そういう流れになって、よし、やるぞってそうなられたと思うんですけど、お役目って、ジュリアンさん、日本でのそのお役目、このスピリチュアルのこの、日本だけに限らないと思いますけども、まず最初日本からそうやって活動を始めて、宇宙のこと、ワンネスのことをお伝えするお役目、自分に対して、自分のお役目ってどういうお役目だと思います？スターシードとしてのお役目って。一番最初のところには、こんな必要があるかいと私は疑問に思ってたんです。ですけれども、そういった考え方はどちらかというと思考、ね、頭が考えるものですので、じゃあ、宇宙や宇宙の存在たちの方が私より、ずっと理解しているんじゃないかなと思って、もし、彼らがそれ必要だと思っていたら、じゃあやりますと決断してやり始めたんです。
そのやりますっていうのは、その何を伝えることですか？ですね、そうですね。私の場合なんですけれども、初めて UFO を見たことと、その後のコミュニケーションの内容についての話を日本へ、そういう話をしなさいということだったんです。なるほど。はい。初めて見た時の話と、その、体験の話をですね、ワンネスまで取り継いだその道についてとか、はい。それを聞いて日本人の方は、その次元上昇の一助となるっていう感じですか？それともワンネスを感じる体験をしやすくなるっていう、ええ、そうですね。実はですね、うん。ワンネスを体験した方が、何人かもいらっしゃいますので、それはワンネスであることと、その後日常生活に戻りますと、この体験とどうやって日常生活の面で活かせればいいかどうかっていうのも、ヒントにはなると思いますし、で、話を聞くだけでも、意識のシフトを逃すんですね。これもうん。必要なんです。意識のシフト。はいははい。いはい。グレゴリーさんはどういうお役目があると思ってます？その、ご自身で、スターシードとして。いやー、もう、なんか本当に、ありがとうございます。いや、不思議なように、なんか日本に来た時に、実はちょっと2つのステージに分かれて、最初の5年間住んでたら、もうやっぱり下準備だったんですね。普通に、こう、翻訳したり、こう、自分のもともとの音楽会に動いたり、あと、英会話はもちろんね、英会話の先生したり。で、やっぱりこう、日本の社会と、学んで、こう、住んでることに慣れていくと、後々、このスピリチュアルの方に、やっぱりそういう下準備しながら、もっと大きな何かが待ってるっていう、もうすごい予感があったんです、実は。で、結局、その、蓋開けてみると、もうまるでこう、誰か私の名前で予約して、こう、席がもう用意してるってね、そのスピリチュアル会のテーブルに、もう名前がついてる、プラカードがついてる状態で、グレゴリー・サリバンって、もうあなた席あるんだよって言われ、じゃあ、結局、うちの場合はね、たまたまご縁があったね、アメリカの先生たちとか、コアな情報が、日本でまだ結構届けられなかった分野に、接点があって、で、やっぱりこう、宇宙の動きね、すごい本当に、効率的だし、あの、まあ、必要なものが必要なところに届けられるから、やっぱりこう、これは、この情報が日本語化されてないことによって、みんなが、なんかすごい、みんなが絶対こう、効果があるのにこの情報が日本語で出したらすごいいいなと思って、それでやっぱりこう地球外生命体とか、その例の、ディスクロージャーとか、そういうコードの、そういう宇宙情報を紹介することになって、で、プラス、その宇宙との体験ね、野外のワークショップね、すごいいち早くね、それも展開しだして、もうテレビの番組とか、今までのこう他人の話だけじゃなくて、実際にその宇宙存在との触れ合いができる場を作ることになったんで、それはすごくなんか、本当にこう、不思議なようにまた相当の導きが始まって、もうありとあらゆる日本の、あの、地方とかその素敵のパワースポットとかにいろんな場所に回ることになったんですね。はい。なんかね、すごい大変って言ったらあれなんですけども、その、日本でね、そういう地球外、生命コンタクトのことをね、話すのって結構勇気がいったことだと思うんですけども、アメリカとかロシアとかイスラエルだったら、国家機関でそういう研究、裏でされてるじゃないですか。で、日本の場合だったら、そこまでその政府、あるかもしれないですけど、政府を立ち上げて、そのアメリカとかロシアみたいに表立って、その、大きな資金を流し込んで、その、ね、研究してるのが、他の国と比べてそんなにもない中、こう、日本でそういう情報を発信、そういう会社を立てて発信するっていう、その、どっちかっていうとですね、もう一度、もうワンステップいくと、もっと具体的に言うと、日本のオカルトとスピリチュアルはもう UFO がどっちかというとオカルト扱いだったじゃないですか。だからその畑違いを結合する役割だったんですね、うちはね。だから、いろんな雑誌とか、長年、UFO なんて絶対触れないっていう決まりがあって、もうそれは畑違いんだろうなって思ってるスピの皆さんに、いや、これはスピリチュアル宇宙情報もあるんだよっていう、
つないでいくことはだいぶ苦労してやったんですね。はい。いや、もうだいぶね、日本で UFO って言ったらオカルトっていうイメージが、先ほどもその概念変えるために、活動されてるってプロフィールで書かれてますけども、だいぶね、結構その日本人のその UFO に関する意識って、オカルトだとか、そういった意識が強いのに、よく日は本、い。アメリカ人の方が日本に来て、その日本人の概念を変えるって、もうすごい精神だなって私もう本当に尊敬なんですけども、その最初とかって、理解されなかったりだとか、苦しい思いとかっていろいろされたと思うんですけども、その中でもそれを乗り越えられた秘訣だとか、どういうふうに立ち向かったというか、やってきたんですか？いや、もうすごい努力だったね。で、やっぱりでもやっぱり成果がね、いつも参加者が実際にそういう体験してることも、すごい、もう毎回毎回ね、良かったし、なんか、活動の効果が出てるから、もうそれが次のステップとつながるような、もうとにかくもうコツ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 進んでいった感じで、あともうどんどんいろんな違う分野の方々とからの応援も多かったね。なんかいろんな人気ブロガーとか、違う畑の方々からの応援が、すごい大きかったね。なので、結局コラボレーションとかも大きかったと思うし、いろんな場所に呼ばれたり、やっぱり自分の身を足運んで、普段、スピリチュアルイベントでさえ開かない田舎まで行って、顔を出すこととか、そういうこともものすごいやっぱり大きな成果とつながったですね。面白い。そっか、志を持って、普段足を運ばないところまで行って、一歩ずつ地道に重ねていって、そのエネルギーがいろんなサポート、いろんな分野からのそのサポート、多分宇宙的なサポートだと思うんですけども、はい。それがサポートがその道を作ってくれて、導かれているっていう、自然的なすごい流れで生きてらっしゃるなってすごい思ったんですけど、はいジュリアンさんもね、地方とか回って、日本に行った時、地方の公園回ったりとかして、いろんな方と地道にお会いされて、いろんなサポートが来てて、お二人ともお会いして、体験をシェアするっていうのを大事になされてると思うんですよね。で、これって、それがアメリカ、フランスだったらまた違った風になってたのかもしれないんですけど、日本人って多分地域ごとにお会いしたらコネクトが強いっていうのかな。どんな感じですか？日本人の方とお会いして、アメリカ、フランスでやるより、アメリカ、フランス人の方と交流するのと、日本人の地域で行って交流するのってどういう違いとかがあります？そうですね。かなり違うと思いますけれども、ワンネスと扉はですね、実は、3回か4回ぐらいフランス人の場で話をしたことがあるんですけれども、そこで面白かったのは、発表した後には、実は僕もワンネスしたことがあるかもしれません。なぜかというと、こういう体験はしましたよっていうことで、そこでワンネスを体験したことを気がついた方もいらっしゃったんですけれども、ただ UFO っていう畑が違うという話に戻るんですけど、フランスでは UFO と言いますと、宇宙存在たちと言いますと、どちらかというと、物質的な次元を超えないような研究、話がほとんどなんです。なので、僕はよく例えにするんですけども、例えばですね、UFO はただの乗り物、例えば車ですよ。車の話はもちろん、一番最初の5分間はやりたいと思いますけれども、その後、運転手との話に移動はしたいと思いますが、フランスでは残念ながら車の話ばっかりなんです。なので、エンジンはどういう形になっているか、どういう色だったのか、どういう様子だったのかっていう、話に過ぎないものですので、そこからね、乗り越えるのはものすごく工夫が必要なんですが、で、フランスでは、私はあだ名としてフランスを思考の国とよく呼んでいるんですが、思考が強いなんですね。特に自己の思考が。ですので、エゴの存在にね、つながっているかもしれませんが、フランスでは自分の意見を強く説明できないと生き残らないような社会なんですので、
そことまたね、ちょっとあれからそういったような文化の特徴から影響をね、受けているかもしれないです。なるほど。エゴって、思考が強い国、フランスで思考強い。日本、フランスに比べて日本ってエゴ少なめな感じですか？主語がないですので、日本語ではですね、あフランスでは主語がないと、もう全く話が通じないので、私はあなたにというような、文章でないと、ね、そういう違いから出ているのではないかと私は思うんです。なるほど。アメリカもそうですか？アメリカもフランスと同じような感じで、エゴがme first みたいな。でも地域によるのかなって思うんですけど、どうですか？そうですね。やっぱりもちろん、欧米主義ね、もう似てますし、なんかそういう、情報交換とかも、やっぱり自分の意見をね、なんていう、細かい話したいから、やっぱり意見強くすることによって、奥深いところまで追求できるから、みんな大体、あと、哲学議論とか、そういう政治の話も、やっぱり皆さん多分、事実に携わりたいから、なんか、事実は何っていう、あれで、事実を追っかけることの中で、その強い意見とか、はっきりのことが必要ってなってくるんだね。なるほど。物事、現状をはっきりさせたいっていうのは、多分欧米主義ですね。いや、なんかその欧米主義で育ってらっしゃるので、この本を読むと、そのグレゴリーさん、その事実を事実として見ず、何プロジェクトでしたっけ？ディスクロージャープロジェディスクト。クロージャーじゃなくて、現実は、幻だよっていう、このワークされてます。インテンションプロジェクト、意図的な事件。なんだったっけな、意図的な、ポルノ、何でしたっけ、ポルノグラフじゃなくて、ど忘れた。ポリグラフ。意図的事件かなどうですよ。意図的事件。なんかみんなで現実を変えるやつかな。それをワークでされてるんですか？それってどんなワークですか？なんでしょう。多分あと、皆さんやっぱり世界が世界が自分に起こってる経験じゃなくて、自分に起こってることではなくて、宇宙はその意識で世界に我々が影響を与えられるっていう、実現力とかそういうマニフェステーションの話も多少入ってたかな、本に。はい。ホログラムワークです。ホログラムワーク。ホログラム、はい。ホログラムワーク、はい。それは、どっちかというとアセンションのあれですけど、アセンションワークですね。はい。このアセンションワークっていうのは、この宇宙とコンタクトしてアセンションしていくっていう感じですか？はい、ところが面白いのがですね、実はちょっとそこにまたすごいキーワードが入ってて、座禅とつながったキーワードが、スーパーロジカルね、論理を超えた、論理を超越するところがあるんだよっていう、スーパーロジカルっていうワードが、ちょっと私にすごいヒットして、そこだからやっぱり最終的に人間界のその3次元のメンタルの議論にはすごい限界があって、本当にスピリチュアルの心になってから、スピリチュアル意識にどんどん目覚めていくと、宇宙の意識が、高次元の世界がそれをはるかに超えてる次元があるんだっていうね、もうこの3次元の中の、世界の中の、話題とかも相当狭いだろうし、まだまだこれからもう我々がもう相当視野を拡大しなければならないなっていう、気づいて、そこで、やっぱりそこでだんだんエネルギーとか、やっぱり本当に意識の拡大に一生懸命取り組み始まったですね。はい。おかげでいろんなそのツールとか、なんでしょう、いろんなそういうワークも、インスピレーションとかいただいて、で、もう本に紹介しだしたんですね。はい。エネルギーで感じるってことですか？そのロジックを超えたエネルギーで感じて、そのワークでエネルギーを通して感じるということですね。そうね、全身で、もう他の頭以外のところからその情報とかキャッチする
の能力とか、機能はあるんだなっていう後で気づいたんですね、人間は。持ってます。みんなが持ってます。そのエネルギーワークっていうのはコンタクトして、それともなんかこう誰かにちょっとこう聞いたりだとか、聞いたものとそしてコンタクトしたものを組み合わせて、作られたって感じ。そうですね。両方、はい。なるほど。一番短いのでどれぐらいですか？短いワークで。でも、なんかコロナの中でね、やっぱりYouTube とか皆さん馴染みの手放し宣言もしてますし、あと、大体その本に入ってる12次元シールで、ものすごい YouTuber のおかげですごい、ものすごい広まってます、日本で。はい。手放しワークって短いバージョンってどれぐらいですか？もうだって3分、2分とかね、2分。ちょっと今、手放しワークしてください。はい。いや、いいですか？じゃあもう。嬉しい。ちょっと待って。いや、もうこれ、すごい大放置じゃないですか。昨日はさ、もう実は今、金沢ですけども、昨日のコンタクトはもうちょっともうやばすぎてよ。もう本当にすごいことを昨日行ったよ。もうイーロン・マスクのスターリンクの打ち上げも金沢ジョークにも撮影されてるようだけど、その後に我々が能登半島の超田舎の輪島に行ったんですよ。輪島温泉で。そこで本当に宇宙船がもう普段数秒とかちょっとしか出ないのに、もう20分ずっと出っ放しだったんですね。全部動画撮ってるから、またちょっとこれはまだそこはちょっとまだ消化しきれてない状態で今日参加してるんで。はい。嬉しい。そんな中で手放しワーク？いや、嬉しい。じゃあお願いします。お願いします。たくさん日焼けして顔が赤いけど、いい感じで、日焼けしても男前。日焼けしても男前。はい。じゃあ、いいですか？じゃあ、じゃあ、決まりセルフでは、そのセルフが、やっぱり、エンパスとかこの話に関わる方がやっぱり繊細じゃないですか。で、エンパスとかスポンジ人間とか HSP っていうね、よく皆さんキーワードしてると思うけど、そこをひとまず精神的な成長の前にいらないものをね、クリーニングすることが結構早い、近道なんで、その手放し宣言が他人のエネルギーをリリースするものですね。なので、よかったら皆さん、一個一個ちょっとついてくださいね。はい。他人の何々を手放しますっていうフレーズ言いますね。はい。で、そこでまた、伝達してしまう低層エネルギー、一個一個、ちょっと言いますんで、お願いします。スタートしますね。じゃあ、私は他人の緊張感を手放します。私は他人の緊張感を手放します。そう、外部から吸収してしまっているマイナスエネルギーね。はい、次は恐怖心ね。ありがとうございます。私は他人の恐怖心を手放します。私は他人の恐怖心を手放します。これ、目つぶった方がいいんですか？それとも目開けて大丈夫？どっちでもいいです。どっちでもいいです。はい。はい。どっちでもいいです。私は他人の怒りを手放します。私は他人の怒りを手放します。はい。私は他人のストレスを手放します。私は他人のストレスを手放します。それから私は他人の不安感を手放します。私は他人の不安感を手放します。結構最近社会の不安がすごいからね、本当に水知らずにそれを受けてるわけですね、影響が。で、最後、私は他人の想念を手放します。私は他人の想念を手放します。これ、本当にびっくりするほど聞きますね。で、それは拒否とか、反発するじゃなくて、もう、これは私のものではないよっていう、もう、宇宙に返してますね。もうそれで、それだけでもものすごいね、ニュートラルになっていく効果ありますね。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか言葉にするだけですごく軽くなりました。本当ですか？嬉しいですね。マントラみたいなね、役目があるんでしょうね。いや、いい、すごい。手放しいいですね。こうやってちゃんと語源化することによって、本当に手放せますね、本当に。本当に、それでも早いですね、本当に。軽くなったのがすごい分かりました。ねえ。ちょっと柔軟性が出るっていうかね、やっぱりあと、
一日の忙しい一日がエネルギーがやっぱり次の日に持ち越してされてしまうというか、一日きちんと終わる、エネルギーボディのお掃除とか、衛生感というか、やっぱりエネルギー、シャワー浴びるでしょ。で、歯磨くでしょ、寝る前に。で、これで手放し宣言だと、エネルギーもきれいにリセットされるんで、とてもいいです。はい。毎日のクリアリングって大事ですもんね。一回やったら終わりっていうわけじゃないですもんね、お掃除と一緒で。はい。うんはい。うわー、なんかね、こう、気づかないうちに人の想念とか、こう、不安感だとか、緊張感だとか、ストレスだとか受け取ってますもんね。で、それそうを手放して宇宙に返してあげるっていう、いや、なんか、いや、素晴らしい。いはい、なやんかちょっと滑らかに、ね、ますますなりましたね。すごいですね。気持ちいいです。滑らかになった。ジュリアンさんとか、なんか無茶ぶりですけど、何か、こんなような短いワークとかってあったりとかします？短いワークですか？ジ私はですね、ュリアンさんたまには鏡ワークをやってるんですけども、うん。鏡ワークはですね、本当の自分とのつながり方、一つの手段としてはですね、自分を見つめて、本当の自分とこれから会話を始まりますと。で、その本当の自分との会話によって、例えばですね、なんて言うんだろう、不安であったり、こういうような、気持ちがとどまっているところはありますか？それに対してどうすればいいんですか？というような開放的な話ができるスペースができることによって、役目があるんですね。これはやってます。自分の鏡を見て、自分で好きな、話しかけるってことですか？まずはですね、本当の自分とこれから会話を始まります。うん。最近はこんな感じはしましたが、それはどんな体験とつながりますか？教えていただけますか？ということで、どん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 本当の自分が情報を伝えてくれるんですね。あ、質問を投げかけて、自分はい、が答えを出していくっていう感じ。そうなんです。あ、内面的な対話がものすごく大切ですので、うわー、それもいいですね。グレゴリーさんのクリアリング手放しをやった後に、何もない状態でジュリアンさんの自分へのこの内面に対する問いかけってめっちゃいいコンビじゃないですか。すごいですね。うそうですか。ジュリアンさんのわワークもすごい私も体験して、とても深かったね。大阪のスカありがとうイブルで。すごかったですね、あれね、ー、本当に。やったんですね、面白い。実際に。わね、お。へはい。お話しえ。共有するときには、実はちょっとチャネリングをやっているんですけれども、自分一人が話しているということよりも、ガイドさんであったり、宇宙の存在であったり、それぞれの存在たちのヒントを言葉にするのは、私のね、役割なんですけれども。いや、なんかね、お二方ともすごい共通してるのが、本にもね、書かれてたんですけど、この、グラウンディング、ちゃんとね、ニュートラルな気持ちで、その人のところに介入するんじゃなくって、サポート、援助をするっていうね、あくまでもその人の意思に任せて、選択に任せて、あくまでも添え木でサポートするっていうのをお二方すごい共通してされてやってらっしゃるのかなってすごい感じたんですよね。で、さっきのワークもそういうエネルギーを感じましたし、いや、なんかそういうね、外人の方がこの日本に来て、この日本人にこう、目覚めだとか覚醒、その日本人が持つ本当のそのなんかワンネスの思考だとかを呼び覚ましていただいているのに、いやもう本当感謝しかないなってすごい思ってるんですよね。いや、なんかこの日本人の良さって日本人が言うより海外のこのね、方がこういうふうにこう活動されておっしゃってくれると、こう、また違った観点で見れるし、違った気づきもあるし、で、違ったその文化とかの波動とかもあるので、感化されてすごく覚醒につながるなって思って、なんかお二方の活動を見てて、すごくいつもありがたいなって思ってます。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いや、ありがとうございます。頑張ります。頑張日本ろう。ね、いや、頑張って。頑張らなくていいね。楽しむだけですね。うん。日本人のね、これからのこの宇宙のこのアセンションとしてのお役目って何だと思います？なんかもう、ちょっと難しい話になるんですけど、グレゴリーさんどう思われます？日本人のその、
私は結構要になってると思うんですよね。宇宙でのその日本って結構中心的な、土地間でも中心だし、波動的にも、結構私たちその DNA レベルで、ね、人の思いやりだとかワンネスっていう地位を引き継いでその持ってる、人種だったと思うんですよね、戦前とか。で、そこの役目とか、その日本語、ね、神の言葉って言われてて、それこそ 7.8Hz の波動を持ってたりとかね、そういうところに引き寄せられてこられたんだと思うんですけども、日本人のこれからのその、オープン宇宙コンタクトに関してのお役目って何だと思われます、グレゴリーさん。いや、もう本当にもう、なんでしょう、そういう、こういう調和とか、日本っていう、日本国っていう磁場がね、すごくどんどん整えられてるし、なんかいろんな、ひな形っていうふうに言われてますし、だから今年は、ものすごい、大事の、ちょうど台風7号がね、ちょうど通った135度ラインに、1年半、実は神戸市の方に住んでて、ものすごいやっぱり今までの活動の中でも、今までの強烈な活動の中でも長ったほどの強烈なミッション、ちょうど終わったところですけども、なんか、古代のことをやっぱり関わってるし、今の現代社会がいろんなことを忘れられて、削られてるような、ピースが日本で隠されてると思うし、だからそこは今の現在生きてる日本人がそれでやっぱり例の遺伝子レベルとかエネルギーレベル、そういういろんなそういう、きっかけとかそのつながりを持って、本当に天と地をつながる、なんていう、そういうミッションとか何かのそういう大きないろんな宇宙種族はここに地球に降りられやすい何かあるんですね。それはもうこれからオープンコンタクトつながって、なんか何かの着陸、ランディングあるかもしれないし、なんかでももっと高次元、多次元レベルでは、それは多分もう波動の架け橋を作ってるかもしれないね。だから天地、もう本当にかなりシンプルで、宇宙の世界と地球界の間に人間が立ってるんで、そこでやっぱりすごく架け橋の役割ね、このブリッジを波動的に作るのがまた、なんかこういう日本でもものすごいやっぱり、そういう役割が与えられてるかなと感じますね。宇宙と日本、地球の架け橋が日本。そうですね、一つのね、多くの、先端に立てるもので。で、あとやっぱりなんか、多分もっと三次元的から言うと、ディスクロージャーとかもいろんな欧米主義が複雑にしてしまった宇宙の部分と全く関係ないところに今日本にあるから、そういうちょっと逆に映画 ET ありますよね。だからやっぱり本当の宇宙人がもう無邪気に子供たちの方に、実際に子供たちのところに行って、そこでも政府とか軍が大騒ぎして、NSA とかさ、CIA がもう立ち上がるぐらいのレベルの話だから、で、実際に ET たちもかなり無邪気で子供らしい存在だから、本当にこの日本も複雑すぎてしまった欧米の世界と全くかけ離れた文化とか社会のその安全地帯になって、そういうところで宇宙存在が話が通じ合いやすいですね。もうだから今までの本当に大きな時代の交換で世代交代でもう欧米的なコントロールがもう随分これで緩んで終わりかける、ね、ステージに入ろうとしてるから、そこで何か他の新しいもの、そこにそのコントロールに関わってないような部族というかそういうね国の皆さんが日本でもあるんじゃないかなと思いますね。はい。それこそ先ほどおっしゃってた論理を超えた先にあるその全的マインドが、そうですね。欧米のそのミーファーストって言ったらあれですけど、このリーダーシップとかっていう流れから、そのみんなで輪を持ってやろうよっていう、その全的、を超えた全的マインドっていうのが、その日本人がその、地球人同士、ひいてはそしてその宇宙と地球の架け橋をする役目がその日本人にあるっていう。そうです。わあ、いや、素敵。それすごく強く感じますね。はい。いや、本当そうですよね。いや、本当そうだと思います。私たちがそうやって一人一人覚醒、こういったね、このグレゴリーさんでそのお手伝いしていただいて、一人一人が覚醒して、
覚醒すると次元上昇が加速して早まると思うので、いや、そうですよね。私たち一人一人が本当に意識を持つっていうことですよね。意識を立てる。ありがとうございます。はい。その自然さが日本の社会とか、その日本のライフスタイルでは、その自然体の宇宙意識の自然さがそこにこう結構盛り込んでる感じとか。そうですもんね。日本人ってその自然と調和する国民性ですもんね。自然の五感を全部フル活用して、言葉も例えば青だったら青だけじゃなくして藍色だとか藤色だとか、いろんな自然を通した言い方あるじゃないですか。雨も一つ、さみだれとかその小雨とかってね、いろんな情緒的なものをこう入れる人種なので、やっぱりその五感をフルに活用してるから第六感につながりやすくて、で、冷静につながるから宇宙とつながるっていう、すごく重要、なんか素晴らしい DNA を今、持ってるのかなってすごいお話聞いてて思いました。ありがとうございます。ジュリアンさんは、私たちのその、ね、先ほどそのグレゴリーさん、その日本人のお役目をおっしゃってくださったんですけど、ジュリアンさんは私たちのその日本人のお役目、これからのそのお役目って、どう思われます？オープンコンタクト、宇宙のね、オープンコンタクト、始まっていくと思うんですけど。そうなんですね。もし私は宇宙の存在として、これから地球をいろいろとしてきたら、やっぱり日本だなと私は思うんです。なぜかというと、先ほどね、グレゴリーが話したように、日本人の心の持ち方によって、やはり日本という場所は、宇宙人から見ると、よりもっと理想的なところじゃないかなと私は思うんです。ですので、そこでは日本人としての、役割はそこにはあると私は思うんですが、どういうふうにそれをね、こういったような役割を果たせばいいかどうかっていうよりも、何をやるっていうことじゃなくて、どうやって入れるっていうことなんですね。心の持ち方として、リーダーシップを表すことができると私は思うんです。例えとしてリーダーができると私は思うんですので、こういうふうな生き方ができるからこそ、私たちは地球人、ね、いろんな国々の人々が日本を見て、彼らは素晴らしいな。ほら、見て、こういう穏やかさとか、心の安心の持ち方とか、いろいろ勉強ができるので、そこが日本のミッション、役割はないかと私は思います。素晴らしいあり方で世界に示すってことですね。そうなんです。はい。いや、それこそその、ね、地震が起きた時にこうみんなでこうちゃんと並んで、炊き出しを待ってたりだとか、試合の後ちゃんとゴミを拾ったりっていう、そういう世界で放映されて、その日本人のあり方っていうのが、こう、すごいって言われてるけど、そういったそのあり方を示すじゃないけども、で、あり方を示すにもその意識っていうことなんですね。そうなんですね。はい。意識のシフトを目指すっていうのは、その意識についての話をしてもいいと思いますけれども、ただ、そのもの自体を見せるのが一番効果的だなと私は思うんです。そのもの自体を見せる。素晴らしい。いや、ありがとうございます。いや、素晴らしい。なんかこれからもその日本人として、なんかもっと私たちは誇りを持つべきだと思うんですよね。なんかお二方のそういったそのね、外から見た日本人の素晴らしさだとか、聞いてすごい再認識できて、すごく良かったです。ありがとうございます。なんか最後に、ちょっと数分ちょっと瞑想しませんか？宇宙コンタクト、この2人が結構最強、なんか今、ふっと思いついたんですけど、ね、すごい宇宙からなんかサポートが来そうな感じがしたので、見てる方もそうですし、数分ちょっと目をつぶって、意識合わせて、瞑想、オープンコンタクトで、じゃあ、数分目をつぶって、
はい、ありがとうございました。いや面白いですね。ー、すごい面白いですね。なんか、ありがとうございます。なんかピラミッド、三角、3人でね。ありがとうございます。いやー、嬉しい。ありがとうございました。お忙しい、お二人ともお忙しい中、お時間作っていただいて、で、ね、宇宙について、そして日本について話せて、すごい幸せな時間でした。最後に、視聴者の方にメッセージと、宣伝でも何でもいいので、お一言ずつお伝えいただければなと思います。グレゴリーさんからどうぞ。今日はありがとうございました。皆さんお疲れ様でしたね。本当に、ぜひ、今後、ちょっとやっぱり今年はね、いろんな、波がね、どんどん激しくなってますから、もう皆さんぜひ、自分の中の知識をね、見つけて、こう、新しいタイムラインにね、僕ずっと、切り替えがどんどん早くなってるから、もう本当に古い過去を手放し、もう本当に行きたい方向に、行きたい方向はどこかっていうね、もうはっきりイメージすることが、いかにも大事かなと感じますね。また、やっぱり宇宙にもね、スピリチュアルな外部の情報もすごい散乱されてますから、もう、頭で考えるよりも、その、経験を通じた知識とか知恵の方が全てだと思うんで、そこをどんどんこう重視していくスピリチュアルライフを、チョイスして選んだ方が、進めた方がいいんじゃないかなと感じます。はい。またよろしくお願いしますね。いろいろ YouTube も本も出してますので、よかったらチェックしてください。YouTube、概要欄に貼り付けてます。ワークショップ近いところでいつがありますか？秋にまた、コンタクトワークもしてますし、来月も大山もコンタクトしてますし、来週は長野でやったり、今度フリーエネルギーのドキュメンタリー映画が出来上がってますので、上映会など秋にしますね。はい。素晴らしい。それはホームページか何かです。グレゴリーさんの、JCT のホームページから見れます。はい。わかりました。概要欄に貼り付けておりますので、こちらのホームページからご覧ください。ありがとうございます。では、ジュリアンさんどうぞ。はい、ありがとうございます。皆さん、今日はどうもありがとうございました。何があっても大丈夫、何があってもありがとうというマインドセットで、何があっても超えられることができると私は思いますので、内面的な安定を保つのがキーであると私は思います。で、私はフランスに住んでいるんですけれども、今年の10月にちょびっとだけ日本へお邪魔することになるんですけれども、ちょうど10月の、中旬から11月の始まりまでなんですけれども、その時には、まずは南日本、その後関東、東京がメインになるんですけれども、その時に、イベントやお話し会などを、企画はしていますので、しばらく Facebook ページでお知らせをさせていただきたいと思います。その時にはですね、ナチュラルスピリット出版社と、ワークショップ、本当の自分とつながる、そして本当の自分としてやりたいことはどういうことなのかっていうのを、理解することで、具体的にどうすればいいんですかっていうような、内容のワークショップを、今度初めて日本で、やりたいと思います。企画しようと思います。ということで、皆さんと再会ができるのをものすごく楽しみにしております。ありがとうございます。その行事の10月のやつは、そのナチュラルスピリットさんかジュリアンさんの、Facebook でですね。わかりました。ジュリアンの Facebook も概要欄に貼り付けていきますので。ワンネスの扉の Facebook ページです。はい。はい。ぜひチェックなさってみてください。ね、今日は本当に、すごく、最後ちょっと、思いつきで瞑想したんですけど、この安心感、宇宙からね、このお二方、すごいサポートが来ている中、その3人ですると、すごいね、後ろのサポートが来てるなってすごい感じられたんですよね。この安心感っていうのを、皆さんでこう瞑想したときに、場所はバラバラだけども、つながってるっていうね、安心感をこうお持ちになられて、で、そして内側のね、ジュリアンさんもおっしゃられた内側の安定感、そして、サリバンさんが言われてた体験をする、論理はそこら辺のものを超えた、もの
を体験する。そして安心感でつながっていく。人とつながっていく。そして、宇宙とつながっていくっていう、この安心感を持ってね、宇宙のソースとつながっていくっていう感覚を、ぜひ日常生活でも、こうやってね、目をつぶって、感じるだとか、先ほどのね、手放しワークをするだとか、ジュリアンさんのね、ミラーワーク、自分に問いかける、潜在意識に問いかけるワークをしたりとかね、いろいろつながり方があると思いますので、ご自身の合うやり方で、そして安心感を感じるやり方でなさっていただけるといいかなと思います。今日もね、遅い時間まで皆さんご視聴いただきまして、たくさんのこと、コメントをいただきまして、最後ちょっとコメント、ちょっとだけすいません。久しぶりに手回しワーク一緒にできてすっきりしました。また一緒に CES したいです。CS ワークの名前ですかね。グレゴリーさん固まってそうですね。はい。ありがとうございます。鏡を見る時間を増やしていくと自分に話しかけるようになるので、自分軸とのつながりが深まるのを感じていましたが、やっぱりと思いました。ジュリアンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。心のあり方 is being ですね。そうなんですね。はい。10月楽しみです。瞑想参加できて嬉しいです。眉毛がじんじん。穏やか楽しい気分になりました。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。様々なコメント、たくさんありがとうございました。じゃあ、遅くまでありがとうございました。ジュリアンさんありがとうございます。では、終了いたします。ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。いらっしゃいませ。